はいどうも皆さんこんにちは、私です。今日はですねまたバンズのスニーカーを購入したので早速ですね開けて紹介していこうかなと思うんですが、ちょっとマイナーなタイプのアイテムなんですよね。あまり買っている人が周りにいないんですけれども、よいしょ、これですね。結構いかつい見た目をしていると思うんですけれども、マーク・サボタージュっていうシンガポール出身のシューズカスタムアーティストっていうんですかね。私あんまり詳しくなくて今回ちょっと初めて知った方なんですけど、そこと、バンズがコラボをして出している、オーセンティックですね。ちょっと両足とも出してみますか。はい、両足とも出してみました。結構いかついというかパンクロック味を感じるデザインだと思います。でこれなんでその周りにあまり買ってる人がいないかっていうと、店頭の入荷がすごく遅れているみたいで店舗にはですね売ってないんですよね。なのでオンラインで購入できた方のみが、今手元にあるということで、私が確認した限りでは、バンズの公式オンラインショップと、あとはですね各地のセレクトショップとかちらほらと発売していたっていう感じですね。ベイトさんとか、あとはどこだったかな、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、私はですねこれ楽天市場で購入しました。楽天市場に出している、セレクトショップさんがありまして、で、身近なお店でよく使うのでそこで買えるんだったらそこで買っちゃおうと思って、18日の夜0時になると同時にですね更新をして、ポチポチやっていたら無事に購入できたっていう感じですね。すぐに完売してしまっていたので、やっぱり狙っていた人多かったんだなと思いました。今喋りながら全体をざーっと見てもらったんですけれども、このアッパーの前の方ですね、これはスウェードになってますね。でこっちの方に行くと脂肪感のあるスムースレザーになっていて、タンの部分はまたスウェードに切り替わってるんですね。パイピングはキャンバスですかね。あとはですねこのかかとに D カがついているんですけども、これを留めているテープがナイロンっぽい素材になってます。ライニングはですね結構どぎついピンクになっていて、これもパンク味を感じる配色なんじゃないのかなと思います。サイドテープは真っ黒の上にちょっとクリームがかった色で、これがサボタージュって書いてあるんだと思うんですけど、あとは今回の品番ですね、ぐるっと一周、書かれているんだと思います。でヒールのパッチはですね赤ではなくてピンクに合わせられています。で、今皆さんが一番気になっているであろうこのつま先のディティールについても話していきたいと思うんですけど、これはですね骨ですよね。プリントとかじゃなくてちゃんとレザーのパッチになってるんですよね。で縫い付けられているっていう結構しっかりとこだわった仕様になっていてですね、で今回私がなんでこのバンズを購入したのかっていうところにも関わってくるところなんですけれども、この骨々しいデザインがパンクロックっぽくてかっこいいなと思ったのも一つなんですけれども、実はですねこのデザイン大昔のアンダーカバーに似たような靴があるんですね。2013年のコレクションで出ていたアイテムだと思うんですけれども、ダービーシューズでこういう骨のパッチが付けられていたものがあって、私結構アンダーカバーが好きなのでそれをちょっと思い出してしまって、かっこいいなと思って、これがバンズの価格で手に入るんだったら手に入れたいなと思って今回は購入させていただきました。でアンダーカバーのアーカイブであるデザインではあるんですけれども、結構ポピュラーなパンクモチーフなのかな。別のシューズブランドでキッズラブゲートっていう最近有名なシューズブランドさんがあると思うんですけれども、そこもですねこの骨のデザインのダービーシューズをですね出してるんですよね。ただキッズラブゲートさんはこんな感じの、実際の革パッチにはなってなくてプリントになってるので、私はやっぱりこの本当にちゃんと革がパッチワークされて縫われているっていう感じのディティールがかっこいいし、多分履いていったらエイジングとかこの辺剥げたりとかなんか擦れたりとかで、味が出てくるんじゃないのかなと思うので、そこもあってこれを気に入って、手に入れました。無事に購入できてよかったなと思ってます。で今ちょっと紐通してないので紐を通してから実際に着用してみた動画をいつものように載っけようと思うんですが、
ここにある紐がですね、見えるかな、この普通の紐とは違ってこのサイドテープにあるようなデザインが紐にもこう書かれているんですよね。サボタージュさんのロゴとこのシューズの品番がプリントされた黒い紐が替え紐としてついてます。通常だったらこの白紐を通してあげるっていう感じなのかもしれないんですが、ちょっとどっちが似合うのかわからないので、それも合わせて試してみようかなと思います。はい、紐通してみました。実際に見てみるとこんな感じですね。こっちはもう普通のコットン、ポリコットンみたいな感じの、よくあるバンズの紐で、こっちが柄が入ってるってさっきお話ししたんですけど、少しロー引きっていう感じほどでもないんですけど、なんかちょっと張りのあるツヤっとした感じの生地になってますね。そのせいもあってなのか、ちょっと結び目がほどけやすい気がします。なのでこれどっちがいいかなとか思ったんですけど、どっちかっていうと私白の方が好きかなっていう感じですね。でもし黒で合わせるんだったら、この靴紐じゃなくて別途売っている黒のロー引き紐とかをですね、買ってきて履いてあげた方がかっこいいんじゃないのかなと思いました。私はこっちの白の方がこの辺の骨の色とかも拾ってくれていいんじゃないのかなと思いました。あとは履いてみてどう見えるかとかですよね。ちょっとじゃあ今から履いていこうと思います。はい、履いてみました。どうですかね。こんな感じで白紐は特に違和感がなくていいんじゃないのかなと思います。で、サイズ感はですね、普段のバンズのオーセンティックと特に変わらないですね。ちっちゃすぎたり大きすぎたりすることはないので、普段のバンズのサイズ感で全然大丈夫だと思います。じゃあこの後替え紐ですね、黒の方でも一応履いてみようと思います。はい、黒紐の方にも変えて履いてみました。どうですかね。こうやってちょっと遠目に見てみると、意外と悪くないんじゃないのかなと。たださっきお伝えした通り、ちょっと紐はほどけやすいのかなとは思いますね。かかとのパッチがピンクなので、ピンク色の紐でその色を拾ってあげるっていうのも、第3の選択肢としてはあるのかなと思いました。そんなところかな。黒紐も意外と悪くないですね。あとはこの D カンの部分ですよね。なんかここにつけたりしてカスタムとかもできちゃうような気がしました。邪魔になっちゃうからつけないかな。結構いろいろと遊びが利くシューズなんじゃないのかなと思います。はい、ということで今着画を見てもらいました。それでですね、紐を通し直す際にですね、さっきは、オーバーラップっていう紐の通し方をしていたんですけれども、このパラレルっていう通し方だったらどうなのかなと思って、こっちも結構いいんじゃないのかなと思いますね。なんかこっちの方が骨の感じ出てるような気がしませんか？私は白紐で履いてあげたいなと思うので、ちょっと紐の通し方は白でどれがいいかなっていうのを考えていこうかなと思います。で、さっきからですね、紐の通し方とか紐の色とか、あとはこのかかとの D カンに何か取り付けたりしてもいいんじゃないのかなみたいなお話をいろいろしてるんですけれども、このマーク・サボタージュさんっていうアーティストさんがですね、もともとシューズカスタムで有名な方なんですよね。実はこのバンズのスニーカー、この子とは別にカスタムモデルっていうのが存在するんですよ。それはマーク・サボタージュさんのホームページで受注生産という形で募集していたんですね。で、どういうモデルなのかっていうのはマーク・サボタージュさんのインスタグラムの方に載っているので見てもらいたいと思うんですけど、このハトメの部分ですよね。ノーマルタイプのプレーンのハトメとは違ってシグネチャーなのかな、骨っぽいゴツゴツした特別仕様のハトメに取り替えていました。トップアイレットのところにはビジューみたいなものを取り付けていて、かなりかっこいいカスタムだなと思ったので、私気になって見てみたんですけれども、今はですね受注生産が終わってページが消されてしまったんですけれども、3万円くらいでした。なのでその価格差を考えるとちょっと私は思ってしまいまして、私が見た段階でもうすでにサイズ掛けとかが起きていたりして、どちらにしろ私は注文することができなかった状況ではあるんですけれども、3万円払うんだったら普
通のタイプの子を育てていって愛着が湧いていくぐらいでいいのかなとちょっと思っちゃいました。ハトメのカスタムとは別にですね、マーク・サボタージュさんのホームページでシューレースのところに取り付けるレザーのパーツみたいなものが売ってるんですよね。あばら骨のプリントなのかな、レザーにデザインがプリントされているフラップみたいなものが売っていて、それも2つバージョンがあるんですよね。一つは、ただの革にこう穴を開けているノーマルタイプ、それが3000円ぐらいですね。もう一つはカスタム仕様のハトメで打たれたフラップ、そっちはね5000円ぐらいしちゃうんですよね。なのでどんどんいろいろと追加で買っていくと、この本体が1万1000円なのに対してどんどんお金がかさんでいっちゃって、フルカスタムだともう3万5000円とかいっちゃうのかな。結構高級なスニーカーになっちゃうんですよね。そうなってくるとまたちょっと話が変わってくるというか、感覚の違いではあると思うんですけど、私はもう本当にこのバンズさんが一番最初のプレーンなタイプで売っているこの状態で履いてあげるのが自分の感覚としてはいいかなと思って、この状態で履いてあげようかなと思いました。フラップとかもですね、多分つけても邪魔くさいなと思っちゃうので、シンプルにこの紐を通した状態で履いてあげようかなと思ってます。はい、ということで今日はですね、この骨々しいアンダーカバーのアーカイブっぽいスニーカーを購入してみましたよっていう動画でした。ここまで凝ったデザインで全部これちゃんとした本革なんですよね。一応ホームページの方も確認して合皮じゃないかなってちょっと心配ではあったんですけれども、ちゃんと本革でそれが1万1000円で手に入るってかなりいいんじゃないのかなと思って、まだですね店頭には並んでないんですけれども、もしこの動画を見てですね、うわかっこいいなって思った方がいらっしゃったら、是非ですね店頭に並ぶのを待って手に入れてみていただければいいかなと思います。では今日はこんなところで失礼します。またね。